前回の厚木基地方面より大和駅前に向かっているところです。若干香ばしい通りです。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。この手の店が多いですね。韓国料理屋だ。朝鮮系の経営の店が多そうです。この建物昔からあるよね。線路が地下に潜る前はどうだったのだろう。住友銀行がこっちに移転しているのね。スナックだらけ。おしゃれ泥棒か。昔は大和クリスタルだったような。この辺りから朝鮮街が色濃くなってくる。戦後の占領の名残なんでしょうね。基地が近い地域にありがち。こういう作りだから戦後は青線地帯だったのだろうか。
あり地獄。ここ前回は空き地だったけどローソンになってる。昔は家電屋があったね。着きました。豊川稲荷です。ここによく野良猫がいたものですけどね。女子高生がたむろって休んでいたり。ここは瀬谷の総泉寺の別院なんだね。総泉寺は桜ヶ丘駅の階で寄ろうかな。ここは中古 CD 屋だったような。インド・ネパール料理。日本にあるインド料理屋のほとんどがネパール人経営だとか。大和駅は横浜駅まで20分、新横浜駅まで25分、新宿駅まで45分。都心に通うならギリですかね。家賃は一人暮らしなら7万円から8万円くらいが相場。
駅前もだいぶ開発されて大きなマンションが増えています。ここは昔小さな市場がありましたよね。狙って古い看板集めてオブジェにしている系。大和市文化創造拠点シリウスが見えてきました。図書館やらいろいろと入っているようです。大和の駅北の古い図書館にはよく行ったんですがね、今はここにあるのか。外人の集団がいる。研修か見学か。見えてきました。大和天満宮です。今は施設の2階にあります。
昔普通の神社だった頃には何回か訪れたんですが、まさかこうなるとは。神社の所有者も移転費用とかいろいろ儲かったんだろうね。もともとは厚木海軍航空隊の空神社だったものが終戦時にここに移転してきたらしい。スロープが封鎖してある。チンピラがスケボーで遊ぶからでしょうね。バリアフリーよバリア。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。